こんにちは、ジャーネです。トゥクトゥクでプノンペン観光、1日で10カ所を巡るツアーの内容を紹介します。プの歴史から王家の歴史まで全部お見せします。そして一緒に旅を楽しみましょう。コメントもお待ちしております。おはようございます。ジャーネです。本日12月の16日です。今カンボジアのプノンペンにいます。本日の気温最高29度、最低24度になります。今8時10分です。10分ぐらいですね。で24度ぐらいなんですが、とてもね過ごしやすいです。ちょっと快晴になってきたので曇りだったんだけどね、嬉しいです。今日はどこに行くの？今日は Get Your Guideのツアーに参加して、トゥクトゥクで1日観光いたします。ではお迎え待っております。はい、15分ぐらいに来るって言ったんだけどね。行ってきます。行ってきます。はい、Get Your Guide のツアーに参加します。今ガイドのリムさんが迎えに来てくれました。はい、今日私たち2名だけということです。笑える。いいんじゃないかと思います。またトゥクトゥクはああいう囲まれたトゥクかと思いましたが、こういうオープンなトゥクトゥクになっております。まあシェムリアップで回ったのと同じような、長距離移動はしないので大丈夫だと思います。ガイドさんから注意事項がありました。プノンペンはひったくりが多いそうです。貴重品などは下に置かず持つように言われました。最初に今日の行き先を簡単に説明しておきます。8時半にホテル出発で、最初にトゥールスレーン虐殺博物館に行きます。次に郊外のキリングフィールドに行きます。見学後、近くのレストランでランチタイムを取ります。市内に戻りますが、3番目からは徒歩でも観光できる範囲の移動になります。まずは独立記念碑の前まで行きます。4番目はノロドムシアヌーク王の像の前まで行きます。5番目はカンボジア・ベトナム記念碑まで行きます。6番目は王宮へ入場しての見学になります。ここは1時間ぐらいの見学時間があります。7番目は国立博物館の建物の外観のみの見学になります。8番目はワット・ウナロム寺院の見学になります。9番目はワット・プノンの見学です。もう夕暮れ時で辺りは暗くなり始めてました。はい、最後10番目はあれ動画編集して初めて気づきました。9カ所しか行ってませんでした。私の勘違いかと思って再度参加したツアーを開いてみました。タイトルには10カ所を巡ると書かれていますが、訪問場所を順番に見ていってもやはり9カ所しかありません。ご愛嬌のツアーでしたね。今回巡った場所はキリングフィールドだけが郊外なのですが、公共バスでも行くことができます。自力でバスで移動すれば交通費は1000円以内に収まるでしょう。ただし待ち時間や移動時間がかかるため、同じコースを1日で回るには結構大変でしょうね。トゥクトゥクの運転手さんの説明も丁寧でしたし、満足した一日観光でした。ではツアーの様子を紹介していきます。Journalists, yeah, and teacher, yeah, intelligent people. So they arrest and put in this place and torture. Yeah. When the torture and they are torture the victim. ミュージアム来ました。入ります。You want to take the photo? I take photo for you. ここは柔道です。 Where you from? Japan. You need the audio Japanese? オーディオガイドが必要ないなら5ドルでいいようです。こちらでオーディオガイドございます。行きましょう。こちらでオーディオガイド借ります。はい。1でスタート。こちらで日本語のオーディオガイドを借ります。これは入場料10ドルに含まれています。S21 トゥルースレインはカンボジアのプノンペンにあるもともと学校だった場所が
クメール・ルージュ政権下で強制収容所、拷問と殺害が行われた刑務所として使用された施設です。正式にはセキュリティセンター 21S21 と呼ばれ、1975年から1979年の間に数千人以上の人々が拷問を受け命を奪われました。現在この場所はトゥルースレイン虐殺博物館としてクメール・ルージュ政権下の恐怖と犠牲者たちを追悼するための記念館として公開されています。博物館では当時の写真や遺品が保存され、訪れる人々に当時の歴史を伝えています。私たちはクメール・ルージュ政権の恐怖を理解し、その歴史的な教訓を学ぶことのこの場所は、単に過去の悲劇を知るためのものではなく、今を生きる私たちに何かを伝え、反省と警笛を鳴らす場所として心に刻むために行きました。S21 に連れてこられた人々は、ほとんどが無実の市民でした。反体制的な活動を行ったとされる人々、またはその疑いをかけられた人々でした。A棟の中へ入るといきなりショッキングな実際の部屋があります。連れてこられた人々は金属フレームのベッドに固定され、動けないように縛り付けられ、肉体的、精神的にも耐えられない状態に追い込まれました。こちらは B 棟です。リーダーたちの写真が保存されていました。その中には洗脳され微笑む子供の看守たちの写真、そして連れてこられた番号を振られた罪なき人々の写真、当時の衣類も保存されていました。ここからの眺めは本当に緑豊かな穏やかな学校です。パネル形式で紹介している部屋もありました。外に出られないように鉄線が張られていました。C棟へ入るとたくさんの独房や雑居房がありました。レンガ造りの独房の中には足にはめる鉄の拘束具がありました。木で作られた独房もありました。ヘッドホンから流れる音声を聞きながら回りますが、ちょっとしんどいところもあります。何十人もの人が鎖でつながれて拘束されていた部屋です。食べ物も水も少ししか与えられず、多くの人が亡くなりました。拷問道具と生存者のバンナットさんが記憶をもとに描いた絵、当時の悲劇的な状況がとても生々しく描かれていました。ここで亡くなられた人々の霊を祀る慰霊塔がありました。トゥルースレイ収容所を見学してきました。オーディオガイドがあるので、もうじっくり、この内容を聞きながら見るとですね、ポル・ポト政権時代の悲惨な歴史がよく手に取るように分かりました。やはり改めて平和の大切さを感じる場所です。やはり負の遺産も目を通しておくべきだと感じました。どうですか？映画とかを事前に見てきたんですけど、やっぱり直視する、自分の目で見ると心にね響くものがありました。平和はやっぱり一番だと思います。はい、次はキリングフィールドに移動します。はい、来てみましょう。受付で料金を払います。1人3ドル、オーディオガイドを借りると3ドルです。私たちはオーディオガイドを1つだけ借りました。キリングフィールドはポル・ポト政権下で起きた悲劇的な場所です。
クメール・ルージュが都市住民を強制的に農村へ移住させ、知識人や反対派を弾圧した場所の一つです。多くの人々は労働収容所や秘密の処刑場で命を落とし、その一つがチュチェンスケウ、いわゆるキリングフィールド処刑場です。現在ではキリングフィールドとして知られ、多くの人々が訪れています。入り口正面に慰霊塔が立っています。後に紹介しますが、こちらには亡くなられた方々の遺骨などが眠っています。連れて来られた人々はここで農作業を強制され、ほとんど何も食べることができない過酷な環境に置かれました。労働に耐えられない者、指導者とみなされる者、敵とみなされた者は処刑場に送られました。キリングフィールドでは、クメール・ルージュの兵士や幹部が捕らえられた人々を無残に殺しました。銃や絞殺が行われ、最も恐ろしいのは、弾薬の節約のために多くの犠牲者が棍棒や斧で殴られたり、薬物で殺されたことです。特に女性や子供もその犠牲となり、子供たちは親の目の前で殺されることもありました。手足を縛られたり、目隠しをされたりした布片が保存されていました。ところどころにこういった処刑場もあります。ここから人骨がたくさん見つかったそうです。この木の前に立った瞬間、涙がこみ上げてきました。オーディオガイドから流れる説明はとても恐ろしい内容でした。多くの人々がこの木にミサンガを結びつけることで、犠牲者を追悼し、その魂が安らかであるように願いを込めているのだと思いました。何も知らなければ鳥のさえずりが聞こえ、木々が生い茂り、とてものどかな場所です。この木は処刑中の犠牲者のうめき声を消すため、音を大きくする拡声器を吊るす道具として使われていました。多くの遺体は適当に埋められていましたが、後に発見された大規模な集団墓地が数多く存在します。それぞれの場所は記念碑として保存されており、犠牲者を追悼することができます。この仏塔内部には1970年代のポル・ポト政権下で命を落とした無数の犠牲者たちの遺骨や衣類が収められています。あ、そっか。入り口を変えてるんだね。塔の内部には透明なガラス棚に置かれた何千もの骨、頭蓋骨が収められていました。これらはキリングフィールドで発見された遺骨で、ポル・ポト政権時代に犠牲になった人々のものです。負の遺産と直視することは、過去の誤りや不正義痛ましい出来事など、後世に残る教訓や記憶として、現在の未来において平和や平等など、より健全な社会や個人としての成長の実現になるのかな。トゥルースレイン虐殺博物館とキリングフィールドを回って、さすがに精神的に心が折れました。アンカーン可視化と書いてありました。とても綺麗な色鮮やかな花が咲いていました。昼食はキリングフィールドのすぐ前のレストランに案内されました。アボカドとマンゴーのスムージー 2.5 ドルでした。クメ料理をたくさん食べたので、ここではウエスタン料理を頼みました。期待を大きく外す小ささです。6.9
6.9 です。ほとんど7ドルです。7ドルです。これは 5.9 かな。ほぼ6です。キリングフィールドの見学が終わって、その後ランチを食べて、これから市内に戻ります。今の時間は14時半です。はい。インディペンデンスモニュメントが見えてきました。1953年にフランスからのカンボジアの独立を記念して1958年に建てられました。建築様式はカンボジアの伝統的なクメール建築に影響を受けており、高さ約20メートルで神殿のような構造で、周りには広場があり、夜にはライトアップされる幻想的な雰囲気が楽しむことができます。ノムドム・シアヌーク前国王像。シアヌーク国王がカンボジアをフランスの支配から独立させた1950年代、彼がカンボジアの国際的な地位を高めるために行った多くの努力を象徴しています。カンボジアとベトナムの義勇兵を追悼するために建てられた記念碑です。ガイドさんが毎回記念撮影をしてくれました。はい、王宮に着きました。15時35分です。はい。これからチケットを買います。はい。青空は綺麗です。青空が綺麗です。チケットを買ったので入場します。入場料は1人10ドルです。はい。王宮です。王宮です。プノンペン王宮はカンボジアの首都プノンペンにある歴史的かつ文化的な重要な建物で、この王宮は19世紀に建てられ、カンボジアの王族の象徴的な場所となっています。王宮建築は伝統的なカンボジア様式と西洋の影響が融合しています。特徴的な屋根や装飾はカンボジアの文化や宗教を反映しています。特に金色に輝く屋根や細かな装飾が印象的で、外観だけでもその豪華さが感じられます。はい。なんか入れないでしょ、そもそも。ここまでです。入れるよ。入れるけど、ここまでです。この中は無理です。残念ながら王宮内部は撮影禁止のため、開いているドアや窓から見学のみでした。よって敷地内を散策しながら建物の外観を見学することになります。即位殿は中に入っての見学はできませんでしたが、黄金の王座は見ることができますよ。今どこだ？そうだ。今見てきたのは上の王宮で、ずっと今度は下のこっちをです。敷地内にはいろいろな花が咲いていました。とても色鮮やかでした。王宮の敷地内からシルバーパゴダの敷地内に入ります。床一面に銀のタイルが敷き詰められている建物が見えてきました。古代インドのラーマヤナの物語が描かれています。アンコールワットの壁のレリーフを思い出しますね。ノロドム国王のストゥーパーがありました。奥に見える大きなブッダの足跡。撮影ができる箇所はごく一部でした。ここから中は撮ることができません。ノロドム国王の騎馬像がありました。緑に覆われたカイラッサの人工丘があります。出口近くにはジャヤバルマー7世の石像がありました。カンボジア国立博物館に来ました。博物館の建物自体も非常に魅力的で、
1920年代にフランスの建築家によって設計され、伝統的なクメール建築のスタイルを取り入れています。中央の庭園に囲まれたデザインはカンボジアの古代建築様式を反映しています。ワット・ウナロム修道院に来ました。15世紀に創建され、クメール王朝時代から続く歴史的な寺院です。カンボジア仏教の宗教的指導者を輩出する場として知られています。ワット・ウナロムの名前はオネアロンという言葉がクメール語で、仏教の頭部または仏教の心を意味することに由来しています。最後の訪問場所ワットプノンに着きました。外国人は有料で1ドルですが、ここでトラブル発生。ドル札に汚れがあるので受け取れないと押し問答。詳しくは次回の動画で説明します。カンボジアの首都プノンペンにある最も有名な仏教寺院の一つで、都市の中心部に位置しています。名前のプノンは山を意味しており、プノンペンの町で最も高い丘に建てられている寺院です。ワットプノンの歴史は伝説に基づいています。伝説によると、14世紀にカンボジアの女性商人がこの場所で仏像を発見し、仏教を広めるためにこの地に寺院を建てたと言われています。こちらに来たらどことなくタイの緑のお寺ワット・パクナムを思い出しました。太鼓がありました。もう外はすっかり暗くなってきました。はい、ツアーが一通り終わりました。10カ所回ってきました。はい、もう真っ暗になってます。真っ暗です。はい、18時ですね、もう夜の6時になってしまいました。はい、どうでしたか？はい、いろいろトラブルがありました。戦争の傷跡とか、宗教というか、はい、この伝統、いろいろ勉強になりました。はい、 In the past, we are believe Hindu. Mostly they こんな暗くなってホテルに今戻っているところです。時間は18時24分です。18時20分です。9時半からずっと10カ所回ってました。宴会始まるみたいだよ、なんか。失敗したね。それで飲むだけ飲むんだ。OK です。カンボジア最後の夜に乾杯。ホテルの最上階、はい、プールサイドからあります。いただきます。いただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さんも乾杯。はい。うまい。ハッピーアワーで3杯3ドルでした。なんだこれ。みんな持ってきてるんだ。ああいうことができたんだ。物がないからね。じゃあ私たち柿の種食べようかな。私たちはホッケから柿の種わさびの柿の種持ってきました。ここはね、料理がないんですよ。料理なかったんで。皆さん持ってくるんですよね。まだピザ取ってもらいました。こんな感じ。あれ？力ないね、ちゃんと。ここを切るか。そこ切ればいいんだよ。切れない。調子だね。ほとんど物がなくて、ポテト。これで4ドル、ちょっと高いな。全部デリバリーすればよかった。そうだね。結構失敗があるね、今回。日本人の感覚だと絶対ダメだと思って持ち込まなかったけど、隣盛り上がってます。料理もいっぱい並んで美味しそう。ドミノピザを頼みました。なんでここ来てドミノピザは、思うかもしれない。ここのホテルのお姉さんに代わりに頼んでもらいました。これで38,000円リエル、約日本円で1,500円ぐらいです。はい。ラージサイズいただきます。これバーベキューです。バーベキューです。美味しくいただきます。次回の動画はカンボジアのお金事情、プノンペンの癒しのマッサージ、プノンペン空港のラウンジ2カ所、
プライオリティパスが使えるラウンジ最終編をぜひご覧ください。コメントもお待ちしております。